こんにちは、写真家の井上です。皆さんはこの写真をご存知でしょうか？見えるかな？スティーブ・マッカリーのアフガンの少女です。ナショナルジオグラフィックの表紙に2回ほど登場していると思います。ご存知の方も少なくないことでしょう。被写体となっている少女の視線がこの写真を見る我々に向かっているために、厳しい状況に置かれている彼女が語りかけてくるような強烈な印象を受けます。言葉にできない辛い感情や悲劇の物語がこの視線から溢れてくるということは言うを待ちません。今回の写真表現ゼミでは、視線の先にということをテーマに、視線が写真に与える影響について見ていきたいと思います。視線とは被写体が見ている方向を言います。例えば被写体がカメラやレンズを直視している場合、その視線は写真を見る人に向かっていると言えるでしょう。これによって写真を見た人は被写体との直接的なつながりを感じる可能性が高まります。視線の先に何もない場合、それは不在や無を表現する手段にもなり得ますし、逆に視線の先に具体的なオブジェクトや人物がいる場合、それが物語の一部となることもあるでしょう。実際に写真の中の被写体のいくつかの視線の例を見ながら、視線が果たす役割について考えてみましょう。被写体がカメラレンズを直視している場合、その視線は写真を見る人に向かっていると言えます。これによって写真を見た人は被写体との直接的なつながりを感じる可能性が高まります。この感覚がその写真を一層楽しく感じるきっかけの一つになるということができるでしょう。木の上から小リスに覗き込まれるのは何とも不思議な感覚かもしれません。この子は人間を見たのは初めてではなさそうですが、きっと興味深い何かを僕に感じていたのだろうと思います。こちらのキタキツネの視線は明るく、そしてしっかりとこちらを捉えています。そのため、この写真を見た人は真っ先にこの目に注意が注がれることでしょう。そしてこの目をじっと見ていると、自身の生き方を問われているような気持ちにもなってしまいます。このような被写体と目が合う写真には、どこか緊張感さえ感じるくらいの魅力があるということもできると思います。子狐同士の視線が交錯するこのシーンはどうでしょうか。子狐たちの間に生まれる気持ちのつながりが際立ってくることと思います。特に左の子が右の子を静かに深く見つめる姿は、彼らの間の信頼感や絆を強く感じさせてくれます。感情や絆を写真で表現することは簡単ではありませんが、この瞬間は写真の神様が降りてきたかのようにうまく写しめられたなと今でも思っています。この子狐の視線はこの写真の中でどのような役割を果たしているのでしょうか。通常被写体の目線の先に何かがあると、見る者の目は自然とその方向に導かれるものです。しかしながらこの写真では子狐の視線の先に明確なものは画角の中に映っていません。これによって見る者には子狐の思考や感情、物語を自由に想像する余地が与えられているということになります。ここでこの子狐の柔らかい目つきと微笑むような口元という要素を含めて子狐の視線を見てみましょう。子狐が何か心地よいものや大切なものを見ていることを示唆しているようにも見えてきます。視線の先に何もないことに表情という要素が組み合わさることで、見る者は子狐が見ているものが物理的なものではなく、心の中の思いや記憶、あるいは未来の夢など非物質的なものであると感じ始めるのです。では、この写真における視線の先に何もないケースではどうでしょうか。暗い背景と相まって不在や無を表現する手段ともなり得ることを感じていただけると思います。被写体となっているエゾシカについて何かを失ったとか、何かを探しているという感覚を持つかもしれません。見る人によっては虚無感とか、あるいは孤独さえ感じることでしょう。これはこのエゾシカの活力のない表情、特に重そうなまぶたと緩く結んだ口元がそういった負の印象を補強しているためです。このキタキツネの視線の先についてこの画角の中には何も映っていません。画角の外の何をこのキタキツネは見ているのだろうかと写真を見る者は考えることでしょう。これまで見てきたように不存在や無は見る者自身の解釈や感情、想像を反映する余地として作用するものです。またその解釈や想像においては被写体の表情が重要な要素になることも見てきました。このキタキツネの表情が穏やかであるということから、見る者は彼が安らぎの中にいるということや前向きな気持ちを持っているということを想像するでしょう。また背景は黄色やオレンジといった温かみのある色合いで、
この色合いがキタキツネの穏やかな表情と組み合わさることで、写真全体として温かみが増して、夢や希望に満ちた一枚になっていることと思います。ここまで見てくださった皆様は、写真の中にいる被写体の視線はその解釈の重要なリードをすることと捉えられていると思います。エゾリスがどんぐりを持ちながらこちらを見ているこの一枚、ここまでお話をしてきた視線、表情、背景の色が相まって穏やかな秋の日を過ごすエゾリスをこの写真の中で楽しんでいただけていることと思います。さて、ここまで視線に加えて表情や背景が写真の解釈の方向性を決める大きな要素になることも認識いただいたわけですが、撮影の際にこれらのことを確実に写真の中に写し止めていくためには、被写体の目線の高さで撮るということ、そして意味のある背景を確実に選んで撮るという意識を忘れないようにしたいところです。また、視線のバリエーションを複数得て後のセレクトで生かすために、現場では連写をすることも大切になるということは言うまでもありません。今回のゼミでは被写体の視線がもたらす効果について見てきました。被写体の目が向かっている方向に何があるのか、その先に隠された意味や物語が見えてくることと思います。撮るという立場になれば、どのように撮ることでその一瞬に物語性を持たせることができるのか、そのヒントがここにあるのかなと思います。被写体の視線がもたらす効果を写真を見るときの楽しみ方の一つとして、そして皆様の撮影やセレクトに役立てていただけると幸いです。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方はいいねを、そしてぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。